こんにちは。お元気ですか？今日は5月の7日の水曜日、昨日でゴールデンウィークが終わったのかな。今日から普通にお仕事に戻っている方は多いんじゃないかなって思います。ゴールデンウィーク、いろいろ出かけた方もいるかと思いますが、結構ね、天気も恵まれたんじゃないのかなって思いますね。私はもちろんどこにも出かけずにいつも通りのペースで過ごしておりました。ただね、ちょっと遠方に住んでる友達とズームでちょっと話してみたりとかしました。遠方っていうか東京都内に住んでる友達とね、たまに連絡取る友達なんですけども、なんとなくふと思い立ってちょっとズームでまた喋んない、ズーム飲み会ってほどじゃないんですけど、ちょっとお互いお菓子とかご飯食べながら適当に近況のことを話したり、近況っていうかね、別に友達が推し活してる韓国アイドルの話を聞いたりとかね、私はちょっとそういうの全然疎いんでよくわかんないんですけど、へーって思いながら聞いたりとか、あと私も最近自分のことあんま話したかな、話したんでしょうけど覚えてないぐらいどうでもいいような内容を話したっていうね、女のおしゃべりなんてそんなもんですから2時間ぐらいね、ズームで喋ったりとかしました。でね、せっかくなんで最近暖かかったんでね、ちょっと缶ビールを1個買ってきておいて、久々にビールを飲みましたね。美味しかったですね。そんな感じで、一応イベントっぽいことをやったぞっていう気がしました。私もゴールデンウィークにね、ズームで人と喋った、久しぶりに友人と喋ったっていう感じでございます。それくらいかな、最近のことは。最近のことでふっと考えるのは、自分のことじゃないんですけど、ふと今思いついたのは、普段 YouTube をすごくよく見るんですけれども、すごくよく上がってくるのがね、芸能人の方の不倫とかですね。YouTube のショートとかでめっちゃ上がってくるんですけど、永野芽郁さんとか、あの私もね、芸能界のこと全然疎くてよくわかんないんですけど、あれですよね、昔 CM で UQ モバイルとかの4姉妹みたいな感じで出てた子ですよね。すごい若くて、もちろん可愛くて、人気の若手女優さんみたいな位置づけの方ですよね。その方が、不倫をしてしまってっていうことで、めちゃくちゃ出てきますよね。ちょっと前からそういうのやたら上がってくるなと思ってて、特に見なくてもまたさらにどんどん上がってくるくらいなんで、よっぽどこれすごいおすすめされて、きっとね、クリック率とかも良くて、それでめっちゃ拡散されてこうやって出てくるんだろうなっていうふうに思いました。でね、あんまり出てくるからちょっとこのショートとかね見てみたりとかしたんですけど、ああそうか、不倫かとか思ってね、見たりとかしてたんですけど、あまりにもずっと毎日出てくるもんですから、本当に芸能人の方って大変だなっていうふうになんかね、すごく思ってしまいました。もちろんね、みんなね、いろんなコメントとかね、今 SNS とかがすごい時代ですから、もうね、テレビの時代になんていうか不倫報道でめちゃめちゃワイドショーとかで言われるっていうのとはまた違ったあれがありますよね。一般人の人が叩くみたいな感じで、でね、ちょっとそれに引いちゃうっていうか、叩く人のコメントに引いちゃうっていうか、よく全然知らない人のことをここまで叩けるもんだなっていうか、人間って何なんだろうなって思いましたね。もちろんね、その不倫をしたりとかしたら、不倫イコール良いことではないので、あれですけど、人がしたことに対してっていうか、これ言ったらちょっとあれなんですけど、別に芸能人じゃない人だっていっぱいかなりの割合でしてることであり、
そこまでこう鬼畜扱い、畜生扱いするほどのことかなってちょっと思っちゃうんですよ。なんかごめんなさい、多分これはね、私が結婚をしたことがない人間だから、そういう意見を言うんだっていう風にね、なんかここもちょっとあれかもしれないんですけど、もうご結婚されてる方からしたら、不倫なんかしてくるやからやからとか、もしくは、私もね不倫とかしてなかったとしても、なんて言うんだろう、すごいいろいろ付き合いにくいのは、結婚してる異性、つまり私からすると男性ですよね。っていうのはやっぱちょっと気を使ったりしなきゃですよね。ちょっと仲良くなったりとか、ちょっとそういうのとかでも全然そういう気持ちもお互いなかったとしても、相手に結婚した法律上のパートナーがいるっていうだけでいろいろ気を使わなきゃとかね、そういうのがあるからちょっと面倒くせえなって思ったりとかはすることはあるし、だからこそなんて言うんだろうな、もうだったらいいです、もう全然仲良くならなくてもみたいな、っていうのは結構あったりとかしますね。なんていうか、ごめんなさい、話がちょっとねだいぶそれちゃったんだけど、とにかくこれ言ったらめっちゃアンチが来そうな気がしますけど、不倫ってそんなに悪いことなのかなってちょっと思っちゃったりするんですよ。ちょっとこれはちょっと語弊がっていうかあると思う。なんていうかね、私そもそも結婚って恐ろしいっていうかね、気持ち悪い制度だなって僕も若い頃から思ってて、でもいつか自分が子供を産んだりとかするんだったら結婚するしかないんだよなーなんて思って、本当どうすっかなとか、結婚っていう制度自体はなんかいろいろ、その子供を産まないに限らず、なんかその制度マジで嫌なんだけどとか思ったことはすごいありましたね。だからもうなんか結婚しないでずっと一人で過ごしていくのは、この年取って老人になって死ぬまでずっと一人でっていうのはあれだけど、結婚っていう制度自体はちょっと嫌だなとか、でも子供はちょっと産むっていう経験とか、自分の子孫を残したいっていう生物的な欲求みたいなのはちょっとあったりとかしたんで、そういう意味ではなんて考えたりしたことがありましたね。そうそう。で結果的になんやかんやいろいろ結婚するにちょっと私にとってデメリットとか、ちょっと不具合とかがあって、って思ってるうちに、タイミングとかね、この年齢的なタイミングとか、いろいろあって、結果的にもう結婚しないわっていう年になって、もうちょっとほっとしたって言ったらちょっとあれなんですけど、もう悩む必要はないもともとそんな悩んでなかったんですけど、もうなんていうかなるようにしかなんねえなみたいな感じで別にしゃあねえなみたいなそういうのもあったっていう感じですね。もちろんね、ちょうどいいタイミングで相手がいないとかね、もちろんそういうのもありますので、でなんかあともう一つ今ふと思い出したのは、これ前の間違って消しちゃったチャンネルではちょっと言ったことあったんですけど、なんかへーって思ったのは、私が20代の頃にどっか一人旅してた時にね、フランス人カップルに会ったことがあったんですよ。すごい安宿、いわゆるバックパッカーズっていう安宿でフランス人カップルに会って、安宿って言ってもね、ちょっとおしゃれで綺麗なとこだったんですね。なんだか綺麗な海沿いとかにある田舎で、海沿いじゃなかったか、いいや、とにかくそういうところで、なんか庭みたいなところ、芝生みたいなところがあって、そこに裸足で歩いて泊まってる人たち同士が適当にのんびりしたりとか、なんか食ったりとかなんかちょっと話をしたりとか、そういうちょっとほのぼのした感じで、私も2日間くらいはいたんですけども、その時に会ったこのフランス人カップルで、当時私が20代後半ぐらいで、
多分ね3、4歳ぐらい私より年上で、ちょっとお姉さんみたいな感じの、優しいお姉さんお兄さんみたいな感じのね、優しいフランス人のカップルだったんですよ。でなんかもう私もね英語そんな得意じゃないけど、それでもねなんかこうコミュニケーションはできるじゃないですか。でいろいろこう喋ってて、あっちもすごいフレンドリーで、なんて言うんだろう、結構こう女の子が一人で来てたりとかすると、そういう優しいカップルさんたちって結構話しかけてくれたりするんですよね。でいろいろこう話をかけてくれて、なんか話してて、なんかのあれで私が2人は結婚はまだしてないんですよねみたいな話をしたら、なんかそのフランス人のカップルが、私たちは結婚はしないのよみたいなことを言って、そうなんだと思って、えっとでもずっと付き合っていくんでしょみたいなことを私がね、なんか別に聞いても良さそうだったから聞いたんですよね。なんかそしたら、あのなんていうのかな、フランスでは別に結婚しなくてずっとカップルでいるのが普通なのよみたいなことを言って、今から思えば事実婚ですよね。だからそれを聞いて、そうなのって初めてそういうのを知って、へーって思ったんですよね。だから結構ね、結婚しないでカップルのまま一緒にいる人たち多いわよみたいなこと言って、でなんか私たちもそういう関係でこう行くつもりなのみたいな、そういう話を聞いて、そうなんだと思って、なんか結構前の話なんでね、私もこうよく忘れちゃったけど、なんかフランスではね別にその結婚しなくても法律上結構全然それで全然大丈夫みたいな、別にあのそんなデメリットなく結婚、そうだなって言ったかな、結婚してるのと同じようになんかこう暮らしていけるのよみたいな、法制度みたいのがあるのよみたいなこと言ってて、ちょっとなんかよくわかんないけどそうなんだなって思って、すごい感心したっていう記憶がありますよね。そうそう、だからいいなフランスってと思って、私もなんかフランスみたいな制度だったら、こう結婚しなくてもこう子供を産んだりとかね、するっていう選択肢がね、別に結婚していろいろこうそちらの家に入ってとか、こうそういう、あと子供を産むんだったらとか、なんかねそういうやつとかね、こういろいろなんかそういうのがいいなって思いましたね。そうそう。で何気にね結構あのいいなって思ったのは、いわゆるね、なんていうのかな、こうこれはねフランス人カップルに聞いたわけじゃないんだけど、後々私がねこう帰ってきていろいろ調べたりとか、その後ねなんかこうフランスとかヨーロッパ圏とかのそういうこのいわゆる事実婚とか多いっていうのをなんとなく調べたりとかすると、パックスっていう、制度だったりとかするんだけれども、その制度の場合は婚姻と違うのは、なんていうの、いわゆるこうなんていうんだろうあれ、要は定説っていうのかな、定説の義務みたいのがないんですよ。つまり他の人好きになっちゃってもいいって言ったらあれなんですけど、要はこう別れるのとかも結構自由じゃないですか、結婚しなくて。そうそう、だからそういうのがすごくいいなって思ったんですよね。だからパックスの状態で結婚して、こうそのまま何年も過ごして、なんだったらその何年か過ごして子供ができて何年かした後に何らかのこう都合上その後婚姻っていう形を取ることもできてっていう感じなんですよね。多分婚姻とかそういうのでまたなんて言うんだろう、よくよく遺族年金とかそういう遺族年金っていうのか分かんないけど、あっちはそういうなんかそういう制度とかも考えたら多分結婚とかしなきゃダメとかあると思うんですよ。なのでなんていうのかな、こう子供を産むからもう結婚するしかないみたいな、付き合って1年で結婚とかなんかそういう急ぐ必要もなくてっていうのがすごくいいなって思いました。でなんかね、あとねこれで今ふと思い出したんですけど、私結婚式とかのよく別にこうクリスチャンでもないのにみんな結構チャペルでセットでやるじゃないですか、結婚式場で。でなんかすごく気持ち悪いなって内心実は思ってたことがあって、誓いの言葉ってあるじゃないですか。
なんだっけ、あなたは病める時も健やかなる時もこのものをなんとかなんとかで愛し続けることを誓いますか？はい、誓いますっていう、あれがね、ちょっと私、なんていうか、こう気持ち悪いっていうか、なんかおかしいよな、納得できないよなって思ってて、なんかそんなことを誓わされるなんておかしくねってすっごい内心思ってたんですよ。だからもし自分が万が一結婚することになっても、その誓いのやつとかは絶対にしたくないっていう風に思ってたんですね。うん、なんか20代とかね、30代とかでもですけども、まだ若い時にそんなね、分かんないじゃないですか。このどんな時も一人の人間を必ず最後まで愛します、それをここに誓いますみたいなね、そんないかにも契約的なことをね、みんなの前で誓わされるなんて、なんかおかしいし、なんかそんな制約を自分にね、変な鎖みたいなつけられるのがそもそもおかしいなっていうふうに思ってて、でなんかだからといって、なんていうのかな、自分が選んだその相手に対して愛情がこう深くないとか、もうこのあと全然他の人といい人がいたら全然そっちの人の方に行っちゃいたいなとか、そういうのが別にあるわけじゃないんですよ。私が誓うんだったら、今この瞬間私がこの相手をどれだけ愛しているのかということを間違いなく誓いますというか、それを誓いたい。なんだったらそれだったらめちゃめちゃ自信があるっていう、そういう気持ちだったんですよね。だからなんか結婚式の誓いが気持ち悪いみたいな、なんていうかね、今私がこう間違いなくこの相手をもう本当に間違いなく誰よりも愛していて、もう、まあ、できたら永遠に愛したいっていう気持ちはある。まあただその先、人間もあのあのあのなんだったらその辺の石とかでもこう年月とともに変わっていくものであるので、そこに誓いを立てること自体が逆に不義理というか、ちょっとおかしいというか、なので私は今この相手をものすごく愛していて、この先もずっと愛していきたいなという気持ちがありますというのだったら誓いたいですみたいなそうそう、そんなことを思ったりとかしてました。まあ、とにかくね、あれはちょっと気持ち悪い、誓いの言葉は気持ち悪いなというふうには思っておりましたそうそう、そんなことを思ったりとかしてましたね。なんだろう、何の話になったんだろう。そうそう、長野めいさんの話からそんな風になりましたね。だからなんていうのかな、この不倫、もちろんね、この不倫をしてしまったっていうのは相手のね、パートナーのつまり奥様とかに対してすごくこうとても傷つけることをしてしまったでしょうし、まあいろいろね、それに対するこうね、お子さんがいたりとか、まあ特に芸能人だったらこう世間体というかお仕事とかもいろいろ全部関係してきますけど、まあ、とにかくその衝撃とかインパクトというのが多大なものになるわけでっていうのはもちろんあるんですけども、まあ、人間である以上そういうふうに好きになってしまうっていうことはあり得るからしょうがない気もするんだけど、ただまあ好きになってしまった場合はその場合は不倫っていう形ではなくて、まあ、大変ではあるけれどもお互いの合意のもとも法律上結婚しちゃったからね、まあ、別れてからとか、まあこうしょうがないからそういう風にするしかないとかね、そういうのはあると思うんですけどまあなんて言うんだろう、別に不倫いいじゃんっていう風に思ってるわけじゃないんですけど、ちょっとこう変にこう全然関係ない一般の方たちがコメントとかでこう叩いてるのを見ると、まああれですよね、こういう世の中でいわゆる悪者として仕立て上げられた人間に対して日頃の鬱憤とかを転換させて自分が正義だという正義のコメントとして
こう日頃の鬱憤とかそういうのをこうやってるって感じですね。まあそれでこう相手にこう相手を殴ったりとか、こう安全な場所からねこの石を投げたりとかして、こう許せんとか、そんなことはみたいな、正義という名の旗を振りながらこう相手をいじめて、それによって快感を得ているっていうのはねあるじゃないですか。だからそういう人の方がちょっと怖いなっていうふうには思いますね。なんかっていうふうに思ったりとかしましたね。まああとね、これを言ってしまったらちょっとあれなんですけど、ちょっと話は若干変わるんですけど、なんだったらねこう結婚っていう制度とかなかったら、モテる男はいろんな人と子供作ってもいいんじゃないかなっていうふうに思ったりとかしますね。なんだったらこう奥さんとかが許してくれたらね、奥さんは奥さんで好きだけど、ちょっとこう他の女の人にねこのセクシャル的な魅力を感じていたら、そっちでねこうなんていうかね、子供を作ったりとかしてね、一応ねそれで認知できたりとか、ある程度こう金銭的なあれとかがあったらますますねいいんじゃないかなって思いますけどね。逆にこう女の人もいろんな人との間で子供を作ってもいいんじゃないかなっていう気がしますね。ただそういうのをねこうある程度一線を引かないと、こうちょっとある程度無法地帯になったりとか、逆にそれがこうトラブルの元になったりとかするとかいうのはあると思うので、法律上のどういう一線をどこで引くのかっていうのは難しくはなってしまうとは思うんですけども、ただねこう別にこうなんかねこう一度好きになってパートナーになった相手とこう4年5年とか経った後他の人を好きになったら、他の人とパートナーシップを結んで、そこでも子供を設けてとかいうのがね、結構こうもうちょっとこう自由になっても自由になった方が結婚とか、結婚じゃなくてそのパックスみたいなねこのパートナーシップは結びやすいのになっていうふうに思ったりとかしましたね。日本とかだとねこのいわゆる事実婚とかだとやっぱいろいろ税金の面とかいろんな面とか保証の面とかで不利になったりとかすることがあるんで、結局結婚した方がいいとかね、あとは親戚とかね、いろいろ世間一般のこう多数決なんかそういう世間のこう常識的なものでちょっとこう生きにくいから、一応こう一般的な形を取るとかね、そういうのはあるのかなって思ったりとかはしますね。知らんけどなんかそれで言ったら日本っていうかこう江戸時代とかやばいっすよね。なんか今思ったんですけど例えば不倫とかしたら死刑ですよ全部が全部ってわけじゃないと思いますけど、基本的には死刑していいってことですよね。不倫不義3つとかをしたらなんていうのこう切り捨てごめんみたいなね、こう例えば女房が他の男と不倫したら、その不倫をした女房妻と不倫相手の男を切ってもいわゆる切り捨てごめんですよね切って殺しても罪には問われないとかね。思い出した。目敵討ち目敵討ちだわ。相手をね、自分の妻と不倫した相手を目敵討ちみたいな感じでこう切ってしまってもいいとかね。ただねこうそれが武士とかお侍さんとかだったらねこうそれは不名誉なことというかね、恥ずかしいことなので世間体的にねそういうことはしないかもしれないけど、もうただちょっともう激高するようなねなんか己みたいな感じの人だったら、もうその時こう頭にカーッと血が上って相手をこうその現場を押さえたら、その場で2人とも切り捨てごめんっていうのは全然ありそうですよね恐ろしい世の中ですね。
あとはこう届け出とかをしたらこの奉行所なのかな、これも届け出とかをしたら一応この不倫した人たちは斬首になるとかね、そういうのもあったらしいので、だから不倫するのも命がけですよね。だからこう見つかったらもう殺される、そうそう、命がけなので、見つかったら殺される、だったら心中しようみたいなね感じにそりゃなりますよね。どうせ殺されちゃうんだったら、しかもこうこうさらされるとか、どういう形でさらされるのかちょっと分かんないけど、市中引き回しは不倫ではないのかな、分かんないけど、でもなんかこう不倫した人たちの晒し首とかなんか分かんない、ちょっとそれも場合によってはあれなのかちょっと分かんないですけど、とにかく不倫は命がけってことですよ。殺してもいいってことですね。恐ろしい時代でございます。なのにね、こう男の方とかはね、よく吉原行ってこう女性を買っていたりとかねする。それはね別に不義ではないんですよ。だからそれは法律違反ではないんですよ。なんかねちょっと釈然としない感じはしますけどね。あとこう普通のなんていうんですか、この普通のこう市井のこのお金持ちのね商家とかでもね、こう若くて可愛い女中さんとかがいたらね、その奉公人の中にね若い女がいたりとかするとね、主人がね手ごめにしてとかね、そういうのも別に犯罪ではないですからね。こっちの方がよっぽど切り捨てごめんしてほしいけどみたいな。主人が死んじゃったら全然そのね商売的に大変なのでね。だから結構こう主従関係とかね身分とかでね、残念ながらちょっとねそういうね不公平な部分とかね、身分っていう意味では男と女の上下関係とかいうのもね、だから今以上に江戸時代とかの方がね、もう本当に女は大変だなっていう感じに思ったりとかしますよね。もちろんねこうそういうのにならないように、多分三下り半とかも ごめんなさい、ちょっとこの辺よく知らないんですけど、三下り半とかもこのもしかしたらこういわゆる三下り半っていうのは離婚届です。三下り 3行ぐらいのなんかこうなんだっけ、内容忘れちゃったんだけど、もう別れてもうなんちゃらかんちゃらでっていう、こう離婚の契約書をよく3行ぐらいのなんかのメインの言葉が多分あったと思うんで、それを三下り半って呼んで三下り半を叩きつけるみたいなね感じで、ある意味殺すとかね、この切り捨てごめんとかはしないけれども、それをねこう表沙汰にせずにこう三下り半を叩きつけるとかね、そういう風にしたとか、そういう収め方もあったのかもしれないですね。ごめんなさい、ちょっとごめんなさい、全然違ったらごめんなさいなんだけどとにかく江戸時代は恐ろしい時代でしたねっていう感じでございましたね。あとね、お金がある人はね、なんか示談金とかで死罪を免れたりとか、そういうのもあったみたいなので、結局はね、お金お金だったりとかするっていう話だったりとかしますよねっていうね。なんですかね、ちょっと話がこういつものことなんですけど、私なんでこんな話になったのか、長野めいさんの話でね。とにかくね、結婚っていう制度はね、もちろんこうこの制度をちょっと変えるっていうのは難しいとは思いますけれども、そのフランスとかのねこの事実婚とかができる制度というかね、こうなんていうんだろう、結婚してなくても子供をね産んでもこうちゃんとこうやっていけるような制度とかね、こう父親がいないとこうその子がもう育てるのも大変だし、世間体もあれだしみたいなね、なんかね離婚にはこういろいろお金も体力もかかるとかね、そういういろんなそういうのを考えたら、あとはね気軽に結婚できないっていうのもありますよね。気軽に子供を産むための結婚ができないっていうのもあるので、そういうのをこうパックスみたいのが
あるとあの結婚というかねしやすいかなと。一緒に住んでね一緒に子供を育ててっていうのはしやすいでしょうね。でゆくゆくこの子供を産んで数年して何らかで話し合った結果婚姻を結ぶとかそういうのもありだと思うのでっていうふうに思ったりとかしたとかね。あとは他に好きな人がいたらその人とねいわゆるパートナーシップのねパートナーをねちょっと変えるとかもねこの長い人生2、3回はあって普通なんじゃないかなって思ったりとかしますし、逆に結婚っていう制度があるからこそ2、3回するのは難しいというかね、逆に1回もしにくくなるっていうのはねちょっとこの何に価値観とか判断基準を置いてるかによるかと思うんですけども、そういうのがなんかもう難しいなとか面倒くさいなとかいろいろトータルで考えると厳しいなっていう人はねいろんな視点から多いんじゃないかなっていうふうには思ったりとかしますね。ただ私は結構今日した話とかもねもう結婚されてる方からするともう本当になんかめちゃめちゃあのね怒られちゃいそうなことをね言ってしまったかと思うんですけれどもなんていうのかな、その自分のパートナーだった人が他の女性のことを好きになってしまっても、それはそれでしょうがないっていうかねしょうがないことだなと思っちゃうし、ある意味健全だよねって思ったりするしね。でそれでまた自分のところに戻ってくることもあれば戻ってこないこともあるし、自分もその間に他の人に惹かれることもあるし、一時の気の迷いのこともあるしっていうこのねそんなことを思ったりしましたっていう話でそんな感じでございます。ちょっとすごい今回はいろいろ誤解を生むような話をしてしまったかもしれないですけど、ちょっと私が思ってることのままあまあということでそんな感じでございました。はい、それではまた。